テレビアニメ鬼滅の刃遊郭編8話がヤバすぎた。アニオリがヤバすぎる。数えきれないほどのアニオリ。皆さんはいくつ気づきましたか？間違い探し感覚のアニオリ。結論、めちゃくちゃ良かった。制作者の皆さんは天才的だと思うのです。原作に忠実に、キリのいいところまで進めながらの、ちょうどいい塩梅でのアニオリの挿入。興奮して自律神経がぶっ壊されました。まずはちょっと8話を振り返らせてください。本編の前にいいねと共有ボタン、コメント欄に何でもいいので、8話の感想を書いていってください。それではどうぞ。鬼滅の刃、遊郭編、8話、前半。もう最初から最高のアニオリ、炭治郎が禰豆子を箱に入れるシーンです。小山の小兎が流れ、前回の振り返りからの炭治郎が禰豆子を箱に入れ、笑顔で、ゆっくりとお休み、という。もう思考が追いつきません。こんなシーンなかったぞ。ずるいぞ。禰豆子がまだ泣いているという、なんとも切ないシーンからの、あの笑顔と声はずるい。そして炭治郎は、禰豆子を離すことなく、箱を抱えて戦場に向かいます。この箱も結構な重量だと思うので、動きも鈍くなりますし、疲労の蓄積も早まってしまいます。けれど禰豆子と離れない炭治郎。ダキとの戦いでは一旦離れてしまったため、今度こそは一緒に戦い抜く。そういった意志の表れに見えます。そして、ダキと牛太郎と禰豆子と炭治郎という、兄弟の対比。ここも隠れた演出。あとこのシーンで、今更ながら気づきました。漫画だと、戦い抜く、最後までが印象に残っていて、今度はの部分を見逃していました。アニメだとわかりやすい。この、今度は戦い抜く、最後まで、というのは、もちろん無限列車編で最後まで戦えなかったことに対する思い。炭治郎たちの戦いは、無限列車編からまだ続いているのです。そして、宇髄天元 VS 上弦の6の場面に移ります。ここからも、至るところでアニオリのセリフが挿入されています。牛太郎の、気に食わねえなぁ、という、天元への妬みの部分もアニオリ。牛太郎の声には賛否両論ありますが、僕は最初からしっくりきています。一刻も早く死んでもらいてえなぁ、の狂気じみた喋り方、好きです。そして天元の、才能の下りに入り、ダキと牛太郎を世間知らずだという天元に、お前に何がわかる、とダキが反論。ここも実はアニオリなんです。やはりアニメはいいですね。漫画だとスラスラ先に行ってしまうところですが、アニメだとセリフの一つ一つまで、じっくりと聞き入ることができます。そして、いい感じでの相槌もあり、より一層ストーリーを盛り上げてくれる。宇髄天元のここでのセリフもそうです。俺が選ばれてる。ふざけんじゃねえ。俺の手のひらから、今までどれだけの命がこぼれたと思ってんだ。迫力の演技です。そして、お待たせしました。煉獄さんの登場です。俺は煉獄のようにはできねえ、という天元の後ろに、煉獄さんの姿が、遊郭編は特に煉獄さんの登場が多いのですが、これってすごいことですよね。原作が連載されていた当初は、無限列車編がここまで盛り上がるとは、誰も思っていなかったでしょう。だけどワニ先生は、特にここで煉獄さんを強調している、無限列車編からのつながりを強調しているのです。煉獄さんという男が、後々の物語に絶大な影響を与えていく、無限列車編で爆発し、アニメ2期、3期、最終決戦と進むたびに、煉獄さんの伝説は濃くなってゆく。やばいっすね。そして、猛毒を与えたのに死なない天元に、イラつく牛太郎。ここから天元の過去の回想です。オープニングとエンディングにも起用されたこのシーン。ここを待ち望んでいた人も多かったはず。ここも本当にすごかった。血に染まる血族。そこから這い上がってきた天元と弟。この弟も、天元に似てすごく男前です。もう少し弟とのやりとりがあるかと思いましたが、ここでは一旦お預け。ガイデンに期待。親方様とのやりとりも良かったです。塀があるので、ここは産屋敷邸のどこかでしょうか。ここでの親方様の言葉、僕はすごく深いものだと感じています。自分を形成する、幼少期に植え込まれた価値観を否定しながら、戦いの場に身を置き続けるのは苦しいことだ。様々な矛盾や葛藤を抱えながら君たちは、それでも前を向き戦ってくれるんだね。人の命を守るために。ありがとう。君は素晴らしい子だ。これはなかなかできないことです。宇髄天元の本質を見抜き、
全肯定する。自分が経験してないことでも理解し寄り添う。これがなかなかできません。やはり親方様は偉大。この言葉を聞くと自分が救われるように感じる瞬間があります。これは現代で戦う人たちへのメッセージでもある。僕はそう感じます。そして階層を抜けると天元に異変が起きます。こめかみ部分の毒は広がり、呼吸が荒くなっています。毒は効いていました。それを見て大喜びの九太郎。笑い方がサイコパス。でも、天元はさらに大見えを切ります。この時の BGM の盛り上げ方が、まさに音柱といった感じで最高。そして、派手にな、という掛け声とともに、ダキと牛太郎に突進していく天元。ここからが、8話のバトル第1幕。漫画でもアニメでも、早すぎて何が起こっているのかわからない。右手で刀を持ち、もう片方の刀は鎖を使って回転させる。そして右手の刀を振り上げながらの、回転させていた刀による攻撃。これは姫島行明の戦い方と似ています。やはり強い天元。漫画ではダキを蹴り上げるとともに、牛太郎の鎌での攻撃を天元が防いでいましたが、アニメでは、牛太郎は一旦後ろに引いています。そして、天元の爆薬眼による攻撃。宇髄天元、マジで強いっす。二刀流で戦い方も多彩。さらに爆薬、最強説すらも浮上してくるほどです。さらにすごいのは、天元が爆発の中で、ダキの首を切っていること。アニメでは首を切る音もあり、わかりやすく演出されていました。ダキは爆薬眼を触ってしまい起爆しましたが、牛太郎はこれをかわします。天元もすごいですが、牛太郎もすごい。牛太郎のこの動きを見切る能力。これがずば抜けている。透き通る世界。それに近いものかもしれない。この後の天元の刃先を持った攻撃もすごかった。あれで牛太郎の首に傷をつけてしまうのですから、本当にものすごい握力です。上限の硬い首です。普通の大使なら、まともに切っても傷すらつけられないでしょう。さすが柱。そしてダキちゃんが可愛い。なんで私ばっかり切られるのが特に可愛かった。沢城さんってほんますごい。とここでタイトル回収。かまぼこ隊の集結です。牛太郎は、なんだこいつら、と言っていますが、その気持ちすごくわかります。片方はイノシシ頭、片方は寝ているのですから。そして、2階から炭治郎の登場。ここでダキが、額を押さえてにやりと笑っています。これはおそらく、牛太郎から目を移動させた合図のようなものでしょう。牛太郎の細胞をダキに残しておいたのか、2人はずっと繋がっているのか、同時に首を切られたら死ぬことから、おそらくはずっと繋がっている状態なのでしょう。そしてここで最高の兄より、後半へ繋げるための天元の一斉。てめえら、派手な登場じゃねえか。気に入ったぜ。実は天元、かまぼこ隊の登場がめちゃくちゃ嬉しかったんだと思います。毒でじわじわと弱っている状態で、一人でダキと牛太郎の首を切るのは非常に困難。猫の手でも借りたい状況でしょう。かまぼこ隊の登場で、希望の光が見えてきました。鬼滅の刃、遊郭編、8話、後半。後半です。今回は内容が濃すぎます。後半の迫力も凄まじかった。炭治郎は肩の傷の影響で、刀と手を縛っていなければ、まともに刀を振ることもできません。上限を前に手が震える。これは赤座の恐ろしさを知っているがゆえ、それでも戦わなければならない。炭治郎は自身を鼓舞します。それでも俺たちは、炭治郎のこの言葉につなげるように、天元が、勝つぜ、と声を上げます。決して諦めないその姿。毒が回っていても、お前らがいるから大丈夫。まるでそういうような天元の言葉。ここで炭治郎は、宇髄天元と煉獄杏寿郎を重ねます。これが柱。偉大な柱の姿。無限列車のような短期ではなく、今度は鬼殺隊として戦える。これは天元の指揮官能力の高さがわかるシーンでもあります。こうやって部隊の士気を上げているのです。実際に炭治郎、伊之助はかなり士気が上がっているでしょう。しかし、ここで牛太郎がマウンティング。柱を合計22人食ってきた。そういう牛太郎に、今度はダキが調子づきます。それを許さない善逸。ダキの声を聞いて、寝ていながらも嫌悪感を覚えます。ダキが天元に攻撃するタイミングで、善逸の霹靂一閃。4連ほどでダキを屋根上に、派手な轟音。やはり速い善逸。
ダキに対し、静かに言います。耳を怪我させた子に謝れ。鼻ちょうちんが何とも言えない。でも言っていることはかっこいい。反論するダキですが、ここでもアニオリの演出がありました。セリフは原作と同じですが、流れる映像がとても意味深。遊女屋を覗く男の姿。とても怖い人間の描写。この街じゃ女は商品。売ったり買ったり壊されたり、持ち主が好きにしていい。この言葉、すごく怖いです。特に、壊されたりの部分、遊郭での壊されるとは、とてもおぞましい。そして、燃える蝶の演出。これはダキの過去を思わせます。夜の蝶が燃える。燃やされた過去。恐ろしい。そして善逸の、自分がされて嫌だったことは人にしちゃいけない。この言葉が本質をついています。ダキは、自分が何かされたとは言っていませんが、それを見抜いた善逸。ダキの言葉からそれを見抜いたのでしょうか。すごい。善逸に反論するダキ。と思いきや、なんだか声がおかしい。ダキと牛太郎の声が重なっています。漫画では牛太郎のセリフの文字になっていたので、牛太郎の声かと思っていた。一本取られました。そしてダキ&牛太郎はこう言います。人にされて嫌だったこと、苦しかったことを人にやって返して取り立てる。自分が不幸だった分は、幸せな奴から取り立てねえと取り返せねえ。これは怖いしそう。でも、こういった人結構いますよね。特に日本は、幸せそうな人を妬む傾向が強い。かといって、ダキと牛太郎みたいな力はないから、SNS でひたすらアンチ活動とかしてるような。やっぱり鬼滅の刃は、随所にこういったメッセージが隠れています。読めば読むほど深い部分が見えてきます。そしてついに、ダキの額に第三の目が顕現。牛太郎の目が、ダキの額に移動したのです。これで牛太郎はダキを操れるようになり、ダキは動体視力が向上。さらに牛太郎は、ダキの視覚なども共有できるため、全体を俯瞰して見ることができる。これはすごい能力です。ダキと牛太郎の強さはこれです。牛太郎の基本的な強さと、それを補完するダキの帯、連携力。やはり上限は強い。そして、下での戦い。炭治郎&天元 VS 牛太郎。まだ炭治郎は手の震えが止まりません。自分からは動けない炭治郎。炭治郎がかわすスピードよりも速い牛太郎の攻撃。実力差は歴然。天元が炭治郎を放り投げなければ、炭治郎はやられていたでしょう。そして、ここからがすごかった。かまど炭治郎の歌が流れ、圧巻のバトルシーン。天元と牛太郎のやりとりがすごい。もはや無限列車編の戦いを超えています。本当に作画が細かい。赤く光る牛太郎の鎌。ダキの帯をかわしながら牛太郎に応戦する天元。カマキリのような立ち筋。それをうまくさばく天元。早すぎて目で追えません。だんだんと傷を負っていく天元。牛太郎優勢の状況です。さらに飛び地釜も仕込んでいた牛太郎。天元は逃げ場を失います。そこをカバーする炭治郎。これは北斗の拳の10の拳。わからない人はすいません。炭治郎は飛び地釜を水の呼吸でうまく受け流しました。そしてここで天元の音の呼吸。音の呼吸、5の型、明言早々。これが超ド派手な技でした。両方の刀を回転させながら、あたりを爆破していく。花火のように綺麗な爆発のエフェクト。爆薬ガンを投げた素振りはなかったので、刀を振り回すと同時に爆薬ガンを撒いている。そういったイメージの技だと思います。すごすぎる。牛太郎はこれをかわし、騒がしい技で押してきたところで意味がない、と言います。しかし、天元の狙いは押し出すこと。外に押し出し、場を広く戦いたかったのだと思います。家の中では見通しも悪い。そして瓦礫も邪魔になるからです。そして上での戦い。無数に広がる帯の攻撃。そこに牛太郎の飛び地釜。ここの作画も大変だったでしょう。エイム戦を思い出す素晴らしい作画。このシーンは、牛太郎の凄さもわかるシーンです。牛太郎は下で天元と炭治郎を相手に戦い、ダキの帯を操作して自身をカバー。そして、上では飛び地釜を操作しているのです。マルチタスクです。やばすぎます。そして、だんだんと戦いの場に馴染んできた炭治郎と、それを見て冷静な分析をする天元。柱の俺が毒を食らってしまった。早く決着をつけなければ全滅。これは天元の言う通りです。柱が倒れれば、牛太郎によって炭治郎はやられてしまう。
そして善逸と伊之助も、九太郎と堕鬼によってやられる。ここは天元にかかっています。しかし、九太郎は手強い。勝利への突破口が全く見えない状況。そこに現れたのがひな鶴でした。からくりから苦内を放出。それを見た九太郎は、またしても冷静な分析。やはり九太郎は、思考の領域に近いのかもしれない。そして繰り出すバッコ長領。斬撃で天外を作る決起術。斬撃の速度も尋常ではありません。しかしその隙をついて、天元が間合いに入ります。苦内が刺さっているにもかかわらず、突っ込んでいく天元。ここしかチャンスがない。天元の決死の一振り。九太郎の足を切断。九太郎は、苦内に仕込んであった藤の花の毒により、足の再生ができません。ここで炭治郎、九太郎の首にもう少しで刀が届く。しかし、九太郎は不敵な笑みを浮かべます。統制が取れてきた鬼殺隊を楽しむかのように笑います。さて、首は切れるのか、次週を待て。まとめ的なもの。本当にヤバすぎた。兄折もそうですが、バトルがすごすぎる。これは無限列車編を超えた。そして、最後の天元と煉獄さんのやりとり。これは嬉しすぎるサプライズ。煉獄、お前ならどう戦う？俺は、お前のようにはできないかもしれない。俺だってお前のようにできはしない。お前の剣技は美しい。妻はちょっと多すぎるがな。この関係性、めちゃくちゃいいですよね。かまぼこ隊を天元に託す煉獄さん。どこまでかっこいいんでしょうか。派手に任せておけという天元も、これまたかっこよすぎる。アニメ8話は、原作89話のラストまで話が進みました。これで次回の予想がしやすくなりました。次回はさらにヤバい展開になります。止まらないですね。鬼滅の刃、遊郭編、9話の先読み考察もします。皆さんも、8話についての感想、9話についての期待など、コメント欄で聞かせてください。今回の記事は以上です。それではまた。